見ればわかると思いますが、最近いつも行ってる美容院の方に行きました。で、いつもあそこに行くと、エイドリアンさん、どうしますかって言われて、足をかっこよくしてくださいと答えます。で、その時いつも美容師さんが、難しいですねと言って、で、その後、髪の毛を切ります。で、終わりましたら、いろんなアドバイスしてくれるんですけど、例えば、エイドリアンさん、寝る前にとりあえずドライヤーで髪の毛を乾かしてください。で、朝起きたら指先にちょっとワックスつけて、髪の毛の根元あたりちょっといじったりして、それで脇の方ですね、ちょっと後ろの方にして、それで真ん中あたりちょっとファーッとすれば絶対かっこいいですよと言われます。で、一応うちに帰って毎朝やろうとしていますが、なかなか上手くなれないです。やっぱり練習必要だなと思っています。で、なんでこの話してるかというと、今日いろんなクラスルームイングリッシュの紹介したいと思います。で、もしかしたらいろんな表現を紹介すると思いしますが、その時に、いや、エイドリアンはネイティブスピーカーだからこのことできるのは当たり前だ、私なんて無理と思ってしまうかもしれないです。でも髪の毛がセットするのは、美容師さん簡単と同じように皆さんも朝頑張ってセットしてると思いますね。寝癖とかひどい時は一応やってると思いますが、それ諦めていないですね。多分諦めてないと思いますので、同じように今日も頑張って英語表現いろいろ覚えていきましょう。宮城教育大学英語教育講座のレイスと申します。よろしくお願いします。で、終わりますか？はい、ありがとうございます。今日さっき高橋先生言ったように資料は、なくないです。あります。で、ただしペーパーレスが好きなので紙あまり使わないのでぜひダウンロードしてください。方法2つあります。QR コードでダウンロードできますので、携帯電話を持っている人、特にスマホを持っている人いれば、どうぞこっちのスキャンしてもいいし、あとフードの中に小さい紙入っていると思います。で、そっちの QR コードをスキャンすれば、私のブログの方に行って、そこでダウンロードできるのはこちらですと書いてありますので、こちら押せば資料が出てきます。英語版もありますので、どうぞ見てください。で、確かに昨日のブログポストに、2月15日やる予定のこのクラスルームイングリッシュのビデオ、ちょっとサマライズ英語でやっているようなビデオもありますので、もし興味あればどうぞ見てください。もう一つは、もしQR コードのスキャナーうまくいかない場合は、どうぞ私のブログの方に見て、そこでダウンロードができます。英語でも日本語の方ありますので、どうぞダウンロードしてください。で、今日はどういう流れで今日のメニューを見ると、まずは何で英語を使うのか。日本語でいいんじゃない？確かに日本語を使えば時間短縮になりますし、テンポもうまくなりますね。授業のテンポもうまくなりますので、なんで英語を使わなくちゃいけないか、なんで英語を使った方がいいか、ちょっと簡単に話したいと思います。で、その後いろんな表現ちょっと紹介したいと思いますが、例えば授業始まる前、授業始まったらどういう表現を使うか。褒めること、もちろん褒めることはとても大切なんですけど、悪い褒め方もあります。そのことについてちょっと話したいと思います。で、授業の最後にスーパーティーチャーについてちょっと話したいと思います。で、質疑応答の4文字熟語は好きじゃないので、一番最後にディスカッションをやりたいと思います。もしいろんなアイデアあれば、ぜひ私に教えてください。で、とりあえず5人のグループちょっと簡単に作ってほしいと思いますので、7秒以内5人のグループを作ってください。はい、どうぞ。はい、6、5、4、3、2、1、0。はい、ありがとうございました。多分作ったと思います。それも一つのクラスルームイングリッシュシステムですよ、実は。子供たちに、じゃあ1分でやってねとか言うより、絶対53秒とか42秒とかやった方が早く動きますので、ぜひそういうふうにやってみてください。で、これからやることは非常に簡単なものなんですけど、いつも最後の授業始まる前にウォーミングアップやりますね。怪我しないように。怪我しないようにウォーミングアップしますので、英語の授業も同じです。ベロの下、
怪我しないように英語の授業の最初もウォーミングアップした方がいいと思います。非常に簡単なウォーミングアップです。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20まで数えて、で逆。20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1だけです。で、リレーになりますので、何かバトンの代わりになるものがあれば、ペンでもいいし、消しゴムでも構いません。バーグでもいいし、携帯でも大丈夫ですけど、一つだけのものを、ちょっとバトンの代わりに使ってください。まだチームに入ってない人いますか？友達ない人大体5、6人ぐらいいれば、それで大丈夫だと思いますが、でこれやってるときに、ぜひ自分の右手を中の方を押しながらやってください。で、1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1ですることしないでください。今のように。じゃあ、やってみましょう。で、終わったら座ってください。終わったら座ってください。5の2チームでやりますよ。大丈夫ですか？やり方お話ししておりますか？わかんないですか？じゃあ、順番決めてください。まずは順番決めましょう。順番決めましょう。はい、どうぞ。自分のチームの中の順番決めてください。13秒以内。はい。例えば3人しかいなければ、2人が2回やるとか、そういうふうにやってください。6人がいれば、2人同時にやるとか、それでもいいですよ。2人だけですか？やり方まだわからない。はい、ありがとうございました。説明するより実際見せた方がいいと思いますので、はい、ありがとうございました。こういうふうにやります。バトンこれで使います。いきますよ。はい、スタート。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. バトンを座って次の人がやります。大丈夫ですか？で、一番早いチームには実は先週までオーストラリアにいましたので、オーストラリアから持ってきた珍しいお菓子の商品はありません。全然ないです。商品もありません。申し訳ない。用意してないので、そういう光栄だけです。はい、では行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、じゃあ行きます。はい、3、2、1、はい、どうぞ。少し早くね、ローパースト、ローパースター。残り22秒です。はい、ありがとうございました。まだ終わってない人いれば申し訳ないけど、これはありがとうございました。はい、よくできました。ありがとうございました。でも
十分ウォーミングアップできたと思いますが、もう一つはですね、ドクター・スースという作家がいますが、ドクター・スース聞いたことある人いますか？ドクター・スース、素晴らしい絵本いっぱいありますが、Fox in Socks という絵本があります。あれはすごくいいトレーニングになりますので、Fox in Socks。Fox ってキツネですね。in Socks ってちょっと下のソックスなんですけど、Fox in Socks、非常に読みづらい本なんですけど、ぜひ読んでみてください。e-book だったら iPad 用の本だったら400円ぐらいで買えると思いますね。普通の紙だったら2000円くらいすると思います。ぜひ見てください。すごく面白い本です。で、なんで英語を使った方がいいのか。まずはネイティブスピーカー、English ネイティブスピーカーと、Japanese non-native speakers の2つを見ると、まずは、ネイティブスピーカー、私のようなネイティブスピーカーだったら、自然な速さからリズムとか発音が、自然に出てきます。で、それやっぱり耳のトレーニングになります。子供たちの耳のトレーニングにもなります。で、すぐ英単語とか10個とかすぐ出てきますね。これ英語で何て言うんだっけとか思ってる時にすぐ出てくる場合が多いですね。そして文化をすぐ紹介することもできます。でも時々自分の文化より他の国の文化の方が分かる時もありますので、もちろん日本人もこのことできます。もちろんこの上もできますが、大体ネイティブスピーカーの方ができるかなと思います。で、日本人の先生、なんで英語を使った方がいいか。まずは第二言語は学習者、私も勉強していますよということを子どもたちに見せることができます。見本になります。使用者、勉強してるだけじゃなくて実際使ってます。勉強してるだけじゃなくて実際使ってますよ、ALT と英語で話してますよと子どもたちに見せれば、それも子どもたちのモチベーションになります。そして態度を見せることができます。また英語かじゃなくて、よし、英語だという態度を見せれば、それも子どもたちにもすることがあります。ドニエ・サイザーが書いている論文がありますが、非常に面白いです。で、一番上の10 Commandments、ルールみたいですね。モチベーションのルールの 10点がありますが、一番最初はBe a model, a role model for students。見本になることがすごく大切だと書いています。もし機会あれば、ぜひそれを読んでください。で、今日のキーワード、いろいろ表現を紹介したいと思いますが、今日のキーワードは Authenticity。できるだけ自然な英語を使うことが大事だと思います。それも難しいと思いますが、いろいろ映画を見て出てきた英語とかを覚えて使いましょう。あと ALT も一緒にやればいいと思います。じゃあ授業始まる前にちょっと厳しいかもしれないけど、ここに書いてあるように時間通りに始まるようにするのが大事だと思います。いつもできるというわけでもないんですけど、できるだけ自分の時計の腕時計の秒針がチャイムに合うようにすれば、すごくかっこよく授業が始まることができます。もちろんチャイムない学も多いと思いますが、10時になったらぴったり、10時ぴったりに始まるようにすれば、全然違うような雰囲気になると思います。で、時々こういうような表現聞きます。Good afternoon, class. Good afternoon, Mr. Lee. How are you today? I'm fine, thank you. And you? 非常につまんない会話になります。で、この前オーストラリアに行ったんですけど、一回もこの会話聞きませんでした。I'm fine, thank you. よく自分のお姉ちゃんに言われたんですけど、それ怒ってる時だけでした。それより、例えばですね、授業始まる前に、30 seconds to go とか、30 seconds準備するようにですね。それで Get your books とか何が必要かとか思い出させて。で、残り10秒ぐらいになったら Are you ready? Are you ready? Let's begin. で、Let's begin 言いながらチャイムが鳴れば、これは一番いい雰囲気になります。子供たちの時間を大切にすれば、子供たちは先生の時間を大切にする。お互いのリスペクトが必要になります。ちょっとやりましょう。はい、じゃあ、リピートアフターミーあまり好きじゃないけど、ちょっとやってみましょう。はい、いきます。30 seconds。はい。30 seconds。これもとても大切ですね。赤ちゃんと2人いますが、少ないですね。赤ちゃん、みんな赤ちゃんだったと思いますが、赤ちゃんと話したことある人いますか？面白い。赤ちゃんと話してるときは、目を見るんじゃなくて、口の形見てますね。で、音と口の形を合わせて、それで言葉を話せるようになります。で、大体6ヶ月ぐらいかな、4ヶ月ぐらいの時に赤ちゃんがだんだんブル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 とか言ってると思いますが、それは一生懸命話そうとしています。
でその力まだついてないのできれいに話せない。いっぱいお母さんとかお父さんの口の形とか真似しようとしています。できるだけ私の口を見て真似してください。いただきます。30 seconds。はい。30 seconds。乗りついてないですね。はい。いただきます。Get your books. Get your books. Are you ready? Are you ready? Let's begin. Let's begin. はい。イントネーションが良かったですね。ありがとうございました。もう一つ今日は気をつけてほしいのが、気がつきましたか？ Get your books じゃなくて、止まるときは T のちょっと手前になります。Get your books じゃなくて Get your books になります。この単語の真ん中あたりで止まる場合は多いです。Get your books じゃなくて Get your books になります。これだけちょっともう一回練習しましょう。いきますよ。Get your books。はい。Get your books。ありがとうございました。じゃあ次行きましょう。授業始まったら、生徒が最初から授業に参加するように頑張ればいけると思います。How's the weather today? It's sunny もよく聞きますが、外見れば分かりますね。こういう会話はあまりないと思います。その代わりに、例えば子供たちにお願いして、例えばどっかの国とかどっかの町とかの天気今日どうなってるか。例えばWeather reporters, please. How's the weather on the Gold Coast? これ生徒が喋ってますね。これ宿題にすれば練習できると思います。で毎週やれば How's the weather today じゃなくて How's the weather in Brisbane とか How's the weather in New York とか How's the weather on the Gold Coast とかで2人の生徒一緒にやっていればこの会話できると思います。でこれの方が自然。もちろんみんな朝見てた今日の天気どうなるかとか How's the weather in Tokyo とかそういう会話してると思いますね。だから新聞見てると思いますがこういう会話を英語でやれば非常にいい練習になると思います。今日のウェザーリポーター仕事とかそういう担当毎週の授業でやる人を決めればいけると思います。これを、3人でやってみようと思いますが、1人が teacher、1人が student 1、1人が student 2、また teaching が喋って、これ全員が喋っていることになりますが、2人、student 1と student 2がこれ言うようにしましょう。その前に一緒に読んでください。一緒にやりましょう。で、私は口見ながら一緒に読んでください。じゃあいきますよ。Weather reporters, please. これ難しいですね。W は難しいです。難しい。日本語にはない発音なので難しいと思いますが、口笛でいきますか？これ形です。この形。Weather reporters, please なります。じゃあいきましょう。はい。Weather reporters, please. じゃあ student 1. How's the weather on the Gold Coast? いきますよ。もう一回一緒に言って。Ready, 1, 2, 3. How's the weather on the Gold Coast? It's sunny. これもね、ここで止めるよ。It's sunny じゃなくて、It's sunny。これ一緒になりますね。はい、いただきますよ。It's sunny. It's sunny. で、このティーチャーの全員に聞きます。全員に聞きます。How's the weather? 1, 2, 3. はい。How's the weather on the Gold Coast, everyone? で、全員が1, 2, 3. It's sunny. このような会話できると思います。じゃあ、3人のグループ作ってください。はい、どうぞ。6秒。6、5、大体3人でいいですよ。5人も1、2人でも構いません。それではちょっとやってみます。座ったままでも構いませんので、先生になる人、生徒1、student number 1、student number 2になる人も決めてください。4人がいれば、もう1人の生徒を作ってください。はい、じゃあどうぞ。まず決めてください。やっぱり決めてください。どうぞ。はい。じゃあ先生になる人、手を挙げてください。はい、student number 1、student number 2。ありがとうございました。ではやりましょう。私も一緒にやりますので、私と同じリズムになるように頑張ってください。私の方が最初に終わればそれもあまり良くない。私の方が後で終わればそれもあまり良くない。できるだけ私と同じリズム、同じ速さでいきます。私一回読みますよ。これぐらいで読んでほしいです。よく聞いてください。Weather reporters, please. How's the weather on the Gold Coast? It's sunny.
How's the weather on the Gold Coast, everyone? It's sunny. すごくゆっくりは話してません。速く走ってません。話してません。普通の速さでやれば分かりやすくなると思います。英語の速さより、やっぱりはっきり言うと、きれいな発音の方が大事だと思います。じゃあ、やりましょう。先生、are you ready? Teachers, you ready? Here we go. 1, 2, 3. はい。Weather reporters, please. How's the weather on the Gold Coast? It's sunny. How's the weather on the Gold Coast, everyone? It's sunny. 素晴らしい。Nice pronunciation. Nice, loud voice. 一つの問題ありました。できるだけ相手の顔を見ながらやってほしいです。はい。私の生徒たちも多分もう何回も聞いたことあると思いますが、アイコンタクトは大事ですね。アイコンタクト大事なので、お互いのリスペクトを見せるためにアイコンタクトしてください。じゃあ、もう一回いきます。暗記しなくてもいいですよ。見てもいいんですけど、私今回話しません。言わない。でも、ちょっと見てて、覚えて、相手の顔を見てて話してください。はい。じゃあ、やってみましょう。座ったままで大丈夫です。はい、どうぞやってみてください。はい、ありがとうございました。Thank you very much. Much better. やっぱりアイコンタクトの方が自然な会話になります。オーセンティックな会話になります。はい、次行きましょう。もう一つはですね、What's the date today? It's March 29. これもね、黒板に書いてありますので、わざわざ見る必要はないと思いますが、これも担当を作ればいいと思います。例えば、今日の誕生日の担当。Today's birthday, please. March 29th is Reg's birthday. Who is Reg? He's Adrian's father. 本当の話です。今日お父さんの誕生日です。76歳になりますね。はい。後で取り入れますね。はい。じゃあ、一緒に読んでみましょう。これもね、Today's birthday, please. できるだけここら辺で止まるようにする。自然な英語になります。March 29th is. Is になりますね。is じゃなくて、March 29th is Reg's birthday. Who is ね。Who is じゃなくて Who is になりますね。Who is Reg? He's Adrian's. Zadrian's になります。Adrian's じゃなくて Zadrian's の発音になりますので気をつけてください。これで止まります。He's Adrian's father. He's Adrian's father. 時々ね、英語聞き取れない時もありますが、Zadrian って何？ Zadrian って何？で書いてあれば分かりますが、発音分かんないところ出ます。じゃあ一緒に読みましょう。いきますよ。Ready? 1, 2, 3. はい。Today's birthday, please. March 29 is Reg's birthday. Who is Reg? He's Adrian's father. Okay, thank you very much. これも練習したいと思いますが、とりあえず、両手ちょっと組んでみてください。両手組んでみて。はい、親指見てください。ちゃんと組む。で、親指右の方上になってる人をちょっと手挙げてください。はい、左上になってる人。じゃあ左の人と右の人ペアになるようにしてください。右2人、左2人じゃなくて右と左1人ずつになるようにペア組んでください。どうぞ、ベストビギン。ちゃんとやりましょう。チェックしたときに左親指か右親指の方が上だったかもしれないですね。じゃあ左になった人は右になった人と一緒にペアになってください。こういうことですね。で、まだペアになってない人いますか？右が多いですか？仕方ないのでどうぞ右になってください。ちなみに右になった人だったかな。左になった人の方がクリエイティブな性格を持っていると言われています。右になった人はちょっと
心理学関係のことで、多分左の方がクリエイティブの方が能力ついてると言われてます。右はちゃんとしたルール通りでやれると言われてます。はい、では、じゃあ右になった人、先生になって、左になった人、生徒になってください。で、相手の顔を見ながらやってください。はい、どうぞ、Let's begin。はい、ありがとうございました。こういうペンの作り方もありますね。後でもう一つやりたいと思います。はい、ではここでこういう What's the date today? とか What day is it today? よりもう少し調べてみるようなことをすれば面白いと思います。でもちろんこれ誕生日だけじゃなくて、祭りとか今日の歴史とか、これよく新聞とかテレビでやってますので、いろいろ考えてやってみてください。で、授業で生徒たち子供たちは褒めること多いと思います。でも時々こういう会話を聞きますね。What day is it today? It's Saturday. Very good. How's the weather? It's sunny. Very good. What color is this? It's yellow. Very good. こういう会話よく聞きますが、時々それでも言うことはそんなにうまいかなと思う時も多いです。今日ちょっと考えてみたいのは、まずは自分の高い能力より、まず正しい、すみません、高い能力が、言っちゃった。戻りましょう。はい、高い能力とか、あと正しく答えを褒めると、どうなるかというと、例えば難しい問題に挑戦しない。もし間違えたら、もしかしたら褒められないかもしれない。で、それが怖くて、じゃあ簡単な問題を選ぶ。では、ドウェックとかループチとか、モエル・ドウェックとか、カービントンとかドウェックとか、いっぱい研究があります。とても面白いです。で、あとは、カービントンの研究を見ると、間違えた児童、褒めてる人じゃなくて、違う子供たちのことを考えてないですね、こういう褒め方だと。で、間違えた児童は努力しない。だから時々、授業に寝てる子供が出てきます。間違えるの怖いから、いや、寝ればいいや、思ってる人もいます。あと間違えた児童は、この人が研究によると、間違えた児童は伸びない。で、間違えた子供じゃなくて、正しく答えた人はそんなに伸びない。自信は少ないですよ。だから、あまりいいことはないので、これも気をつけましょう。で、どういうふうに褒めればいいかというと、例えば、What day is it today? It's Saturday. Very good. より、例えばその努力を褒める。What day is it today? It's Saturday. Okay, nice loud voice. 頑張ったことを褒めれば、その方が今度努力とかにつないでくる。Nice loud voice. Very good じゃなくて、例えば very good にすれば、今度間違えたらどうするんですか？ What day is it today? It's Sunday. No. It's Saturday. Come on. になりますので、できるだけ能力より努力を褒めてみてください。じゃあちょっとやりましょう。いきますよ。What day is it? はい。What day is it? これ一緒になってますね。It's Saturday. It's Saturday. Okay, nice loud voice. Okay, nice loud voice. もちろんいろんな表現もあると思います。次は、時間なかったですね。How's the weather? It's sunny. Very good. はい、これ見れば分かると思いますが、参加したことに感謝。で、内容についての一言付け加えればいい褒め方になると思います。例えばこういう会話できると思いますね。How's the weather? と手を挙げて Yes, 京子 Thank you 答える前に Thank you とか Very good Very good ここで言ってもいいですよもちろん Yes, 京子 Very good ここで Very good 言ってたのは答えじゃなくて頑張って手を挙げたことは Very good だって言ってますのでこれはここで Very good 言うのはいいことだと思います It's sunny, that's right, it's a beautiful dayここでですね It's a beautiful day とか That's right とかここで Very good だけ使うとこれ通じたかどうかわからないですねもしかしたら It's rainy 言ったかもしれない It's rainy, it's a beautiful day 通じなかったねということになりますので It's a beautiful day
先生が私言ったこと分かった、通じた。で、自分の英語、外国語が通じたときはすごく嬉しくなりますね。もっともっと勉強したくなります。もっともっと話したくなります。だからできるだけその very good よりその内容についての一言かの方が効果的な褒め方になります。で、これもちょっとやってみましょう。じゃあ部屋作りましょうね。今度は英語の Q、大文字の Q 書けますか？大文字の Q ですね。Q ありますね。はい、じゃあ自分の電話じゃなくて、なんだっけ、おでこ、はい、すみません。自分のおでこに Q を書いてください。どうぞ。英語の大文字の Q を書いてください。Q を書いてね。はい。じゃあ考えてほしいのは、その棒ありますね。丸と棒になりますが、その棒が右側に割った人と左側に割った人もいると思いますね。ちょっと考えてください。自分のおでこに丸を書いて、その後棒を書くと思いますが、その棒を書いたときに右側に割った人もいれば左側に割った人もいると思います。左側に割った人、手を挙げてください。実はですね、左側で割った人は相手の気持ちとか相手のことを考えながら書いています。相手が急に見えるように考えています。ということは嘘をつくのは上手。逆に右側で割った人がいれば嘘をつくのはあんまり上手じゃないです。自分のことを考えてますので、自分がそう見えるようにしてますので、相手の見方があまり考えてないということになりますので、では右を割った人と左を割った人、ちょっとペア組んでください。どうぞ。で、左に割った人、先生になって、右に割った人、生徒になってください。はい、ではやりましょう。で、私もまた同じく一緒に読みますので、またね、左右とかうまくペア作れなかった人いいですよ、大丈夫ですよ。右2人でも構いませんので、どうぞやってみてください。じゃあ、いきますよ。先生いきますよ。一緒に読んで。1、2、3、はい。How's the weather? Yes, Kyoko. Thank you. It's sunny. That's right. It's a beautiful day. Together, it's sunny になりますね。It's a beautiful day. It's a beautiful day. じゃあ、書いて、今度は左側の人が先生になって、右の人は生徒になりましょう。じゃあ、いきますよ。1、2、3、はい。How's the weather? Yes, Kyoko. Thank you. It's sunny. That's right. It's a beautiful day. はい、ありがとうございました。ちゃんと目を見て褒めてましたか？目を見て褒めるのが大事ですね。はい、ありがとうございます。で、最後間違えた時にどうするかというと、What color is this? It's yellow. Very good. 通じたかわかんないので、What color is this? It's a pineapple. Yeah, it's a pineapple. And what color is it? Is it pink? Oh, it's yellow and green. もしかしたら、育子さんはカラーちょっと聞き取れなかったかもしれない。ということで、What is this? とれなくて、It's a pineapple. 間違えてないですね。確かにパイナップルでしょ。It is a pineapple. でも先生の質問ちょっと違うよ。ここで No より、もう一回ね、自分の間違いを直す機会、チャンスを与えた方が絶対効果的だと思います。で、自分の間違いを直せば、それもモチベーションにつながることもあります。と時間ないので、これ練習しません。後で自分で練習してください。後で忘れないで、Color Visit とかになるように頑張ってください。はい、で、最後に、また最初と同じように、時間通りに終わることがやっぱり大切ですね。時々授業を見ると、いろんな学校の授業を見に行くと、3分とか4分とかオーバーしてしまう時もありますね。で、そのチャイムになったら、もう子供たちも聞いてません。全然意味ありませんので、とりあえずチャイムになると同時に最後の挨拶すれば効果的な指導になると思います。例えば、残り30秒の時は、Alright, we're going to finish now. Next time, let's do pages 18 to 22.
もしかしたら全部聞き取れないかもしれないけど、児童たちは一人でいいです。とりあえずいっぱい自然に英語を使っていれば理解できるようになります。こういうこと言ってるね、先生とか。18 to 22とか、ね、ウォーミングアップの時に練習したから、多分分かってると思います。で、残り10秒ぐらいの時は、OK, thanks for your attention today. See ya. Goodbye, Mr. Lees. で、Goodbye, Mr. Lees 言いながら、チャイムになっていれば、子供たち喜ぶと思います。子供たちの時間を大事にしていれば、子供たちも先生の時間を大切にします。やはりそういう時間通りに終わるのがとても大切だと思います。これもちょっと飛ばします。練習飛ばします。最後、スーパーティーチャー。スーパーティーチャーは悪い影響を与えるかと私は思っています。時々こういう英語大好きでいっぱいしゃべる先生がいます。子供たちとね、こういうふうに話したりしています。Hello everyone, how are you today? I'm looking forward to class. I'm really happy to see you. Great fun in my class. Let's enjoy speaking English together because English is a lot of fun. Yay! 言ったり先生もマシンガンのような英語を使う先生もいます。で、これ英語が大好きでいっぱいしゃべることはすごくいいことだと思います。素晴らしいことだと思いますが、子供たちはそんなにいい影響はないかもしれないです。こういうふうに思っている人もいますね。私もそう思っていましたけど、先生のやる気が上がると、生徒のやる気も上がる。で、私ももっともっといっぱい頑張れば、子供たちもいっぱい頑張るんじゃないかと思っている人もいますが、実際はこれは間違えています。実はこういう形です。この形になります。で、探さなくちゃいけないのが、子供たちが期待しているレベルを探さなくちゃいけないです。これはちょっと難しいですね。で、それちょっと超えれば理想的なやる気になりますが、こうなっちゃうと逆効果になります。誰だっけこれを出した論文学者の名前はちょっと思い出す。グラントとアダムズだと、バリー・スウォーツ and アダム・グラントという人が、はい、じゃあ、はい、違う例ちょっと見てみましょう。先生のやる気じゃなくて、ワインを飲む量と自分の人生、少し飲めばいいと言われてますね。聞いたことある人もいますか？毎日ワイン1グラス飲めば自分の人生が長くなると言われてますね。で、もちろん体とかその出身とかもいろんなものがありますが、一番いいのが2グラスだって言われてます。そうだとここら辺になります。それを超えると、例えば毎日1本飲めばもちろんそれ良くないことですね。そのレベルを超えちゃうと今度は自分の寿命が短くなります。何でもそうです。Thank you を言うこと。1回 Thank you を言うと相手を喜びますね。2回言うともう少し喜ぶと思います。100回言うと何ですかこの人とか言い過ぎじゃないかなりますので、このレベルを探すのはとても大切です。はい、今日は大体この5点について話しました。YD English の1点も入ってましたけど、後でもし何か質問があればどうぞ聞いてください。ちょっと時間がオーバーだったと思いますが、これで話を終わりたいと思います。ありがとうございました。大変楽しいワークショップでした。リース先生、どうもありがとうございました。それでは時間通り進んで